豚の体脂肪率は 10% 台。食用の豚は 14% から 18%。野生の豚は 13% と言われています。意外と体脂肪率は低く健康的です。バルビサというイノシシは牙が成長しすぎて頭に刺さって死ぬ。牙が成長しすぎて脳に刺さってしまうことがたまにあります。牙が立派なオスほどモテますが、死んでしまっては意味はありません。ヤギに髪をあげてはいけない。ヤギは髪を食べることは有名ですが、それは昔の話です。現在の髪は有害な化学物質やインクが使われているので、ヤギに食べさせてはいけません。ヤギは体調を崩してしまいます。アルパカは飛び道具を持っている。アルパカはムカつくやつがいると痰を吐きつけます。しかも胃液が混ざっており、かなり臭いです。アルパカをからかうのはやめた方がいいでしょう。ラクダはまぶたが変。まぶたといえば一重まぶた、二重まぶたとありますが、ラクダは三つ重まぶたにまつげがふさふさと生えており、目をよく見てみるとかわいいです。砂漠の砂から目を守るために、かわいい目に進化していきました。ラクダはいくら食べても太らない。ラクダは食べ過ぎて栄養がたまると、脂肪のほとんどがコブに集まっていきます。人間のようにぷよぷよに太ることはありません。ラクダの赤ちゃんにはコブがない。生まれたばかりのラクダにはコブがありません。コブになる袋は体内にあるので、栄養を取れば徐々に膨らんでいきます。水分や栄養が不足したラクダも同じようにコブがしぼんでいきます。馬は無理をして走らせ続けると死ぬ。人間は疲れると疲れたと脳に信号が行き、リミッターがかかりますが、馬はそれがありません。実際に 30km もの距離を走らせるレースで心臓発作で死んだ馬がいます。馬は死ぬまで無理をして走り続けることができてしまうんです。そこまで走らせる人はまずいませんが、無理をさせてはいけませぬ。歯がボロボロのハイエナ。アードウルフというハイエナは歯がボロボロです。ハイエナというと肉食というイメージがありますが、主食がシロアリです。噛む必要がなくなったために歯が退化しました。
ハイエナのうんこ。なんとハイエナのうんこは白い色です。他の動物と違い、骨まで食べ尽くします。しかし骨を消化することができないので、白い状態で排泄されることになるんです。人間の首の骨の数はキリンの首の骨の数と一緒。キリンはあれだけ首が長いのに骨の数7個。人間と一緒です。キリンの鳴き声。キリンは鳴き声はもーと牛にそっくりです。実はキリンは牛の仲間です。ホッキョクグマが氷の上を上手に歩ける理由。実はホッキョクグマの足の裏には毛がしっかりと生えています。毛が滑り止めの役割を果たしています。ホッキョクグマの肝臓を食べると死ぬ。ホッキョクグマの肝臓にはビタミン A が高濃度で含まれています。食べると過剰摂取になってしまい、中毒を引き起こし、最悪は死んでしまいます。ホッキョクグマとペンギンは出会うことがない。ホッキョクグマは北極にしか生存しておらず、ペンギンは南極にしかいないため、出会うことは決してありません。クマは冬眠中にはトイレには行かない。クマは他の動物の冬眠と違い、トイレに行くことはありません。冬眠中は尿が排出されず、肝臓で吸収してエネルギーとして使います。クマはこの循環によって長期間の冬眠を可能にしているんです。グリズリーの顎の力。グリズリーは顎の力だけでボーリング球を砕くことが可能です。顎の力は人間の10倍以上だと言われています。パンダの和名とは。普段私たちがパンダと呼んでいる動物の正式名称はジャイアントパンダですが、和名では白黒グマです。そのままの名前です。パンダを撫でるとどうなってしまうのか。パンダはかなり油ぎっしゅで、撫でると手に白い油のようなものがつきます。
パンダの排泄。パンダは一日に約40回ものうんちをします。昭和の時代に一世を風靡したパンダのランランとカンカンは今は剥製になっています。現在は剥製になり、多摩動物公園内のウォッチングセンターにおります。避妊薬はゴリラにも同じように効く。ピルはゴリラにも同じように避妊効果があります。人間の風邪はゴリラにもうつる。ゴリラの DNA は 98% が人間と同じで、ウイルスに対する耐性も似ています。なので風邪やエボラウイルス等も人間からうつることがあるんです。ゴリラが糞を投げる理由とは、ゴリラにとって糞を投げるのは求愛行動です。動物園でゴリラに糞を投げられたら、あなたは好かれている証拠です。ニホンザルはお尻が赤いほどモテる。お尻が赤いということは、それだけ血行が良く栄養状態が良いということになり、メスからは魅力的に見えます。ニホンザルの場合は顔やお尻が赤いほどモテるようです。猿と呼ばれていた豊臣秀吉は、実際には猿ではなくハゲネズミと呼ばれていたそうです。童謡でおなじみアイアイという猿は、マダガスカル島では悪魔の使いとして虐殺された。現在では絶滅寸前まで追い込まれ、お猿さんだよとのんきに歌っている場合ではない状況です。チンパンジーは共食いをする。オスのチンパンジーはメスに対して DV まがいなこともするそうです。チンパンジーはハゲタカみたいに屍肉を喜んで食べ、他の群れの子供を襲って殺そうとします。これは知能が高いからこその悲劇とも言えます。カバは自分のうんこを目印にする。カバは夜間に移動する際にうんこをまき散らしながら移動します。
このうんこを目印に川や泉に戻ってきます。カバは肌が弱いため日中水の中にいなければなりません。日が昇る前に確実に戻ってこれるようにするための大切な目印のうんこです。カバの母乳の色ですが、カバの母乳はピンク色です。カバの汗が赤いのは有名ですが、汗というより粘液に近いです。カバは皮膚が弱いため、この赤い粘液で強い日差しから肌を守ります。カバは遺伝子的には牛に近いので、カバの肉はうまいんです。ちなみに象の肉は筋だらけで臭くてまずいです。スカンクが出しているのはおならではない。敵に襲われた時に強烈な匂い物質を発しますが、おならではありません。肛門の内側にある袋から発生させている霧で、おならとは別物です。その匂いは4ヶ月は取れないと言われ、例えるなら都市ガスに近い匂いがするそうです。目に入ると失明をすることもあります。一年のうちのほとんどを冬眠しているリスがいる。北極地リスというリスは一年のうち8ヶ月も冬眠をします。北極という過酷な環境では夏の短い間でしか餌を取ることができません。動くだけ損になるので冬眠をするように進化していきました。リスの尾っぽはトカゲのように抜ける。外敵に襲われるとリスは骨を残して毛皮の部分がごっそりと抜けます。抜けてしまった尾っぽはトカゲのようには再び生えてくることはありません。リスは後で食べるためにどんぐりを埋めるが意味がないんです。あろうことかリスはどんぐりを埋めた場所のほとんどを忘れてしまいます。半分はわからなくなり、そのまま埋められたままになります。地中のどんぐりはやがて成長して木に育ちます。ネズミの歯は伸び続ける。ネズミは生きている間、歯が伸び続けます。何かをかじっているのは伸びてくる歯を削るためなんです。放っておくと歩くのにも邪魔になるくらい伸びてしまいます。ハリネズミの針はどうなっているか。実は
ハリネズミの針は毛が集まって硬くなったものです。根元は柔らかく、体を傷つけないようになっているので安心です。実験用のマウスの殺し方はクラッカーのように引っ張る。現代ではあまり行われることはありませんが、正確には尾っぽでなく頸椎を引っ張り、一瞬で死亡させます。残酷に見えますが、あまり苦しまずに安楽死をさせる方法なんです。植物生物はすべて命がつながっております。